家系はレシピっていうより感覚的な要素が大きいもんで、豚と鶏の比率、あとスープの濃度、タレとのバランス、なんか全部が噛み合った時に美味しくなる。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。お待たせしました。特製ラーメン2です。いい意味で醤油が全面に来ないというか、うまみが最初に来る家系って初めてに近いぐらい。スープがすっきりしとるのに肉のうまみが奥深くって、で最後までスープ飲み切ってもくどくない。ありがとうございます。またお願いします。これが突き出しで使っとる種スープっていう。若鶏の血全部鶏。サブスープは全部ほとんど鶏主体の。何キロぐらい？120、30キロ。ガラだけで、こっちは別として。今日10で大体何キロぐらいだ？これで1日25キロとかですよ。ハンマーで叩く理由ってあるんですか？いろいろ試したんですけど、やっぱうち営業時間が短いもんで、この髄からうまみが出るんですけど、このランダムに出た方がやっぱ美味しいのかな。サブ
後から何倍か足してメインの柄を移して新しい柄を入れるんですけど、やっぱ暇やと水が減らないじゃないですか。家系なんか他のラーメンではあんまり言わないですけど、スープを回すっていうんですけど、スープが回らない状態、濃度ばっか出てきちゃう。で濃度が出てくるとやっぱこの醤油とタレとのバランスが悪くなっちゃう。そこが難しい。だからお客さんが来ないとこういう作り方は美味しくならないです。あと鶏の比率、あとスープの濃度、あとこの醤油とのタレとのバランス、だから全部が噛み合った時に美味しくなる。だから営業中それが何回あるかってなる。これ鶏ガラです。凍ったやつを入れて鶏油と分離させる、油を分離させて、ここの上澄みを取る。こうすると油と水が分離してくる。ご飯どんぐらい炊くんですか？これで24合を4回炊くんで96合、10升ぐらいですかね。あ、いる。やっぱ脂身はちょっと捨てますね。部位があるんで、外もも、内もも、新玉ってバラバラに入ってくるもんで、同じ釜で焼くと火加減が、火の入り方が変わってくるもんで、なるべく均等になるように。釜によって癖があるんで、どこが火強かったりとかあるもんで、そこら辺ちょっと考慮しながら吊るしていく。なんで家系始めようと思ったんですか？自分で独立するとしたら、やっぱ自己資金もそんな多くないし、そこから家系にはまって、最初はやっぱ抵抗がありますよね。
これはラーメンだれですね。ここにチャーシューをつけてる。これも継ぎ出し継ぎ出しで使ってるタレです。これはまぶし用です。チャーシューまぶし丼とかミニ丼とか用のチャーシュー。大体何食分ぐらい？これで1日ちょっとぐらいです。
岐阜県産の初霜です。どういう感じで他とは違うとかってありますか？一個一個の米がなんかしっかりしてますね。まあ、結局炊き方で決まると思うんですけど、水分量ってやっぱ自分硬い米が好きなんで。家系はレシピっていうより感覚的な要素が大きいもので、作り手によって全然変わるし、毎日同じ味が出るわけじゃないし、時間によって味も違うし、好きな時間帯に合わせてお客さんも来てくれるし、未だに勉強です。けど弱すぎると後半弱くなる。
外のベンチでお待ちください。今日卵の気分です。先生こんにちは。いらっしゃいませ。で前テーブル席どうぞ。了承得てみた赤のベンチお待ちください。お待ちください。失礼します。ラーメン行きます。どうぞ。どうぞ。はい。お次のお客様、食券がありましたら、外のベンチにお待ちください。入り口側ですね、どうぞお願いします。はい、柔らかめの方お待ちください。お待たせしました。こちらに入れますです。ごゆっくりどうぞ。カフェ。失礼します。お待たせしました。ラーメンにしますよ。はい斜め多めです。ごゆっくりどうぞ。お預かりします。はい、順番にお作りします。お待ちください。前から失礼します。ライスです。ラーメンお待ちください。固めの方から出ます。薄めの方お待ちください。お待たせしました。黄色をセット固めです。はい、どうぞ。それ入れます。
したラーメン柔らかめです。どうぞ。ありがとうございます。またお願いします。ありがとうございました。はい、お待ちください。稲葉屋さんって結構よく来られるんですか？初めてで。どうですか、初めては。いや、いい意味で醤油が全面に来ないというか、うまみが最初に来る家系って、初めてに近いぐらい、すごいうまいです。はい、ごきげんどうも。またお願いします。前から失礼します。お先ライスです。はい。お待ちしましたライスです。はい、どうも。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしました。特製ラーメン片揚げホイルです。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせします。このミどうされますか？はい、全部固め。油少なめ、芋薄め。熱くされますか？全部で。ありがとうございます。またお願いします。お待ちください。お待たせしました。ラーメン片め。またお願いします。ありがとうございました。はい。はい、またお願いします。はい、ごきげんどうも。ありがとうございます。ありがとうございます。お待たせしまし
したライスセット普通です。はい、どうぞ。お待たせしました。ライスセット全部普通です。後ろから失礼します。ありがとうございます。秋玉ラーメンです。どうぞ。好みどうされますか？片目味。5番。はい、またお願いします。どうも。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。次でがはい、おでんどうも。あ、どうも、いつもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お待たせしました。ラーメン、中華で固めというホール一個です。どうぞ。4つ。ある時間、今度は新しいなと思います。まずは秋玉ラーメン柔らかめです。ありがとうございます。4名さんカウンターでもよろしいですか？よろしいです。じゃあちょっとお待ちください。ありがとう。すみません、お願いします。マスターミニ丼です。ミニ丼とライスで2段でお待ちくださ。はいい、どうぞ。
したミニ丼セット固め濃いめほうれん草味玉のせです。はい、失礼します。どうぞ。お待たせしました。ミニ丼セット濃いめ多めです。失礼します。ほうれん草はお待たせしました。特製ラーメン濃いめ多めです。ごゆっくりどうぞ。美味しかった。美味しいです。美味しいですね。めちゃくちゃうまいです。よく来られるんですか？いや、初めてです。三重から来ましたね。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。スープ調整します。少々お時間ください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。はい、順番にお出しします。あったかいうちにどうぞ。柔らかめの方お待ちください。お待たせしました。ラーメン中盛り柔らかめです。どうぞ。ラーメンとご飯。よく来られるんですか？今日初めて。たまにちょっと好きです。好きです。はい、順番にお作りします。お待ちください。お待たせしました。ラーメン固めです。お待たせしました。ミニ丼セット固めです。お待たせしました。ラーメン全部です。はい、どうぞ。お待たせしましたラーメンはいどうぞごゆっくりどうぞ。美味しい。
青ネギラーメンです。お待ちで。ありがとうございます。宮林さんには月何回ぐらい来られるんですか？っていうか週4号ぐらいですかね。宮林さんの魅力って何ですかね？スープがすっきりしとるのに肉のうまみが奥深くって、で最後までスープ飲み切っても胃に来ない、くどくない、食べやすいのが魅力だと思います。おすすめの食べ方とかあります？とにかくニンニクとトンバージャンをスープに入れずにレンゲの上で作ってスープを壊さんように食べるのがいいと思います。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、どうぞ。
釣りがない。腹。ありがとうございます。来週月火でき大丈夫です。お待たせしました。2丼セット中盛り固め濃いめ多めです。お待たせしました。2丼セットお待たせしました。下間ラーメン油漬けの方の2丼。はい、どうも、ご清聴も。ありがとうございます。固め濃いめ作って、固め作って。ありがとうございます。どうも、いつもありがとうございます。前に出ます。新しい想像。柔らかめの方をください。お待たせしました。特製ラーメン固めです。ゆっくりどうぞ。ありがとうございます。お願いします。好みどうされますか？全部普通で。はい、どうぞ。
ラーメンお待ちください。はい、ご提供も。ありがとうございます。じゃないです。はい、おでりどうも。ありがとうございます。はい、おでりどうも。ありがとうございます。お願いします。失礼します。お待たせしました。特製ラーメン普通です。営業が終わったら一回抜いちゃう。そうです、全部捨てちゃ家系で全抜きっていう作業です。入れっぱなしだと骨っぽさが出てきちゃうんで、こうやって抜いて一回きれいにして。でもこれでもやっぱ朝から炊いてるんで、朝と夜とはちょっと味変わってきますよね。本当にどんな違いがあります？やっぱ若干豚骨が強いスタートになります。特化って言っても骨もあるし、ちょっと肉のカスとかもなんか出てくるし、朝は完全に分離した状態から始まるじゃないですか。正解がないんで終わりがないです。